こんにちは、ゆめです。早速ですが、今回のラジオゆめは、先日、こんなコメントをいただきました。黄色のひな、クリッピングして販売されてました。まだ1ヶ月くらいなのに、悲しくて。ひなのクリッピング、どう思いますか？このようなご質問でした。私は、クリッピングに関しては、基本的に反対です。と、お答えしたのですが、少し曖昧に聞こえたかもしれません。なぜ曖昧に答えたのか。今回はその理由を含めてクリッピングについてお話しします。まず、クリッピングとは風切り羽を一部カットして鳥が自由に飛べなくすることです。専門知識が必要で、本来は熟練者や獣医師が行うべきものなので、この動画ではクリッピングの方法の解説は行いません。では、クリッピングをするメリットですが、ガラスや鏡への激突を防ぐ事故防止、外への飛び出し、いわゆるロストを防ぐ脱走防止、人の近くにとどまりやすく手乗り訓練がしやすい、などがあります。デメリットもあって、飛翔という自然な行動を奪ってしまう。運動不足や肥満、心肺機能の低下につながりやすい。飛べないことがストレスや不安の原因になる。中途半端に飛べることで逆に落下事故になることもある。最近では安全な環境を整えた上でフルフライトさせるという考え方を支持する飼い主や専門家が増えています。例えば、窓や鏡にシールやカーテンをつける、衝突防止、出入り口に二重扉、ドア確認、脱走防止、高所や天井付近の安全確保、有害な観葉植物、ポトス、アイビーなど、や、コード類を片付ける、アロマや殺虫剤、タバコを使わない、呼び戻しトレーニングを行う。こうした工夫で、クリッピングせずとも事故のリスクは下げられます。では、コメントにあった、ペットショップでのクリッピングですが、理由としては、1、ロスト防止、出入りが多く、扉が開きっぱなしになる環境での事故防止。2、お客さんが触れやすいように、手乗り体験を安全に提供するため。3、初心者への配慮、迎えたばかりの人が放鳥時に事故やロストをしないように。など、このような事情があるようです。ここまでがクリッピングについてのお話です。で、ここまでは他の動画やサイトでもある内容なのですが、ここからは本題のクリッピングがいいのか悪いのかというお話です。こういう難しい話は専門家の考えを参考にした方がいいので、専門家が集まって考えた法律を見ていきます。日本の動物愛護管理法にはクリッピングについて明確な規定はありません。ただし、場合によって虐待と解釈される可能性があり、その場合は罰則の対象となります。海外でも羽切り、クリッピングを全面禁止している国は確認されていません。ただし、多くの国で獣医師や専門家の判断に基づき、必要最小限に行うべきとされています。一方で、ピニオニング、外科的に翼を恒久的に飛べなくする処置は、ヨーロッパを中心に複数の国、エストニア、オランダ、イタリア、ノルウェー、スイス、オーストラリアなどで禁止または厳格に規制されています。次に、獣医師会、福祉団体の見解は、獣医師会や動物福祉団体の多くは福祉の観点からクリッピングを非推奨としています。特にヒナの時期のクリッピングについては強く否定されています。RSPCA 王立動物虐待防止協会英国オーストラリアは、鳥が飛べるようになり着地の仕方を学んでからでないと羽を切ってはいけないと明言しています。英国王立獣医科大学や米豪の鳥類獣医団体も、飛行の学習期に羽を切ることは体の発達や精神面に悪影響を与えると警告しています。幼鳥期に行うクリッピングの問題点については、飛行を学習できない、筋力、心肺機能の発達が遅れる、自信喪失や
ストレスにつながる、不安や跳ねかじりなどの問題行動を招きやすい、人への依存が強くなりすぎるリスクなどが考えられます。それでは、私が基本的に反対と答えた理由は、一つ目は、まだ飛ぶことを学んでいない鳥に対するクリッピングは避けるべきだと思うからです。二つ目は、ペットショップの都合や人間側のメリットはどうしても人間中心の考え方だと思います。三つ目は、感情論になるのですが、私自身、生まれつき飛べない鳥と暮らしたことがあります。スロープを作ったり、遊び場を工夫したりしましたが、仲間と同じように翼を広げて飛ぼうとする姿を見ると、胸が痛みました。そのような状態を人がわざわざ作り出す必要はないのでは、と思うのです。と思っていても、法律上、クリッピングは規制されていません。状況によって必要な場合もあるので、完全にクリッピングを否定はしません。私が一番思うことは、大切なのはその子にとって一番幸せな選択は何かを考えることです。もし迷う場合は鳥専門の獣医師にぜひ相談してください。病院は病気の時だけでなく、こうした悩みにも応えてくれる場所です。クリッピングを行う前に子供にとって幸せな選択をしてあげてください。今回のテーマは賛否が分かれるものですが、少しでも考えるきっかけになれば嬉しいです。ということで、クリッピングに関するコメントの回答を終わります。また、コメントをいただけましたら、できる範囲になりますが、ラジオ夢でお答えさせていただきます。あと、話が変わりますが、いつもはセキセイインコの物語動画を配信しているのですが、その物語動画を見て、たまに、かわいそう、虐待だ、とのコメントをいただきます。物語に感情移入して見ていただくことは、動画を作る私にとってとても嬉しいのですが、私が撮った映像に対し、私が妄想してお話を作っていることをご理解していただければ幸いです。生き物を扱っている動画なので、ひどい映像を流したり物語にしないですが、途中で辛いお話になっても、最後には物語がハッピーエンド、あるいは希望につながるように作っています。ぜひ最後まで見ていただき、可愛いセキセイインコと物語を楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。これからも毎週土曜日に配信していきますので、よろしくお願いします。ゆめでした。